はい、皆さんこんにちは。今日はね、今夕方です。4時過ぎですね。最近ね、暗くなるのが早くて、なかなかね、ちょっと作業ができないんですが、ちょっと前からね、ちょっとユンボの修理をしたくて、ずっとね、サボってたんですが、ようやくね、ちょっと手をつけたいと思います。で、これからね、ちょっと冬に入る前に、ちょっとこの瓦礫の処理とかね、いろいろありますんでね、ちょっと使う前にね、もう一旦一回直していこうと思います。で今ね、ガタが出てる部分がございます。前回も言いましたけれども、このねアームの型、ここがね、出ております。ここの、ブームとですね、ここのアームをつなぐここのピンの部分ね、ここに型が出てます。はい、これですね、ここのピンで、このピンがね、もうガタがありすぎて動かすとね、このピン自体がねこう動きます。このボルトのところでね、で何回も締めるんですけども、振動でね緩んできますので、もう早速ねこれ直さないと、もう早くね直さないとね他のところも結構ダメージきちゃいますんで、今回はそれを直していこうと思います。でどういう型かと言いますと、はい、これですね。ここから見れば分かるかな。はい、でここのピンがね、今動いてたのが分かると思いますのでね、このピン交換ね結構ちょっと大変そうなんですが、いろいろねちょっとやり方は考えてまして、本当ならねこのアームを外して多分アーム単体にしてやると思うんですけれども、ちょっとね、そこまで大掛かりにすると、まあ釣るものがねちょっとここの現場にないので、このユンボを直すのでね、ユンボで釣ったりできないので、ちょっと人力でやるためにねちょっと方法を考えました。でちょっとねブームをね一番下まで下げて、そこで、ちょっとブームのこのピンをね抜いて頑張ってちょっとやってみようと思います。はい、なので今日はね、このブームのピン、これの交換と、あとブッシュの打ち替えですね。アームについてる方の、ブッシュの交換ということでやっていきたいと思います。今日はちょっとね夕方なのでできるところまでやって、次回ね続きの方直していきたいと思います。はい、抜けました。意外と簡単に抜けましたね。はい、じゃあ型の方がね、まあそんな思ってたよりはないけども、ブッシュの方もね型があります。はい、こっちもねそんな思ってたほどではないんですが、まあ、型はあります。どっちかというとねこっちの型の方が大きいな。いやー、こっちか。はい、これ一回ね溶接で肉盛りしてありますね。マジか。はい、こんな感じで最後まで入れると、まあ、こんな感じでね、まあ、ちょっと型がありますね。はい、まずねちょっとブッシュの打ち替えの方ねしていきたいと思います。はい、それじゃあですね、取り方をね、今からやっていこうと思います。でこのねスズキットウェルドオン140ね、前回レビューしましたこのアーク溶接機、こちらを使ってね、ちょっとやっていきたいと思います。でまずねブッシュの方に溶接して、それでね叩き出すような感じでやっていきたいと思います。まずねこの中ちょっと溶接していきます。
はい、ようやくね、片方外れました。今こんな感じです。手前のブッシュの方がね、外れました。で、これね、かなりね、苦戦したんですけども、どうやってやったかというと、実際ね、溶接はね、ちょっとできなかったです。なんか材質がね、問題なのか、溶接がね、くっつきませんでした。で、何回やってもね、もうポロポロ剥がれて、本当はここにね、溶接で肉盛りして、向こうからね、古いピンを使ってね、打ち抜こうと思ったんですね。ストッパー代わりにしてね。だけどそれができなかったので、このアーク溶接の、このアークの力で、ちょっとね、肉を薄くしました。削ってね、こんな感じで。で、上と下をね、ちょっと削って薄くして、こう、ギュッとね、こう外形を縮めてあげて、そこでね、もう棒を使って、もうぶち抜くっていう作戦でね、やりました。けどね、それでなんとかうまく外れました。結構大きいのでね、これね、横幅が大きいので、かなりね、大変でした。でもね、ようやく外れましたんで、反対側をね、ちょっと同じ感じで、外していこうと思います。部品の方はね、もうすでに新品取ってありますんでね。はい、じゃあもう片側ね、外していきます。はい、今ね、反対側の方もアークが終わりました。こんな感じって言ってもちょっと分かりにくいですけども、くぼみをね、こう作ってあげてます。上と下に。下はちょっとね、溜まっちゃいましたけども、こう強くね、溶接棒ちょっと押さえつけながら進んでってね、えぐり取るような感じですね。で、ちょっとアーク溶接を使ってやってみました。これだとね、上と下にこうギュッてね、隙間ができます。ここ、冷めてくるとね。なので、その弱まった力で向こう側からね、叩き込んでやれば多分外れると思います。これね、やり方いろいろありますんで、特に正解っていうのはないんですけども、最終的に傷つけないで綺麗に外せれば問題ないので、いろんなね、ガスで溶断してやる方もいますけども、ここはね、ガスがないので、ちょっとね、こうやって工夫をしないとね、なかなか外れないんですけども、これでね、ちょっと冷めるのを待って、反対側からね、ちょっと叩き込んでみたいと思います。はい、じゃあ2つ目外れました。いやー、こっちはね、半分ぐらいの時間でね、慣れたのでね、できました。ようやくね、外れました。はい、じゃあ今ね、2つのブッシュが外れて、こんな感じでね、綺麗に抜けました。で、これをね、新しいブッシュ入れてってもいいんですが、その前にね、やることがあります。ここですね。このピンの取り付け、ここね、一回、溶接でね、こうやって肉盛りされてるんですね。それでもね、結構ガタがあります。ちょっと入れてみようか。はい。結構ね、ガタがありますんで、これを直さないと、またね、ガタが出てしまいますんで、これをちょっとね、肉盛りして、試しにね、ちょっと直していこうかなと思います。うまくできるかわかんないけど、ちょっとガタがあるよりはね、ない方がいいと思いますんで、ちょっと溶接して直していきたいと思います。はい、今ね、ちょっと溶接盛りしようとしたんですが、一旦ね、ピンを入れてみると、多分これセンターが合ってないのよね。前回の持ち主がやったのかわかんないんですけど、溶接盛りして、多分センターはね、あんまり合ってないんですが、これ叩き込むとがっちり固定されるんですよ。向こうの方にも入るとね。なので、若干ね、こう偏りはあるんですが、これ以上はね、ちょっと人力ではね、修正できないです、自分は。で、これね、芯出しするね、横からね、こう、ボーリングする機械とかあるんですけども、肉盛りして、それで正確に穴を開けないと、芯が出ないんですね。で、多分前回やったのもね、これ適当に、溶接盛りでね、こっちと、向こう側ね、直してますんで、多分芯が出てないと思います。けども、ピンを入れると、がっちりね、固定されるんですね。なので、ちょっとこれ以上はね、修正できないです。ぶっちゃけ。そういう機会がないとね、難しいと思いますんで、今回はね、もうこれでがっちり固定されてますんで、今ね、叩き込んで入れてみたんですが、固定されてます。で、
ピンをね、奥まで入れてガタガタなるわけじゃないので、ひとまず今回はね、もうしょうがないので、ここに関してはもうこれでやっていこうと思います。なので、ブッシュを、あとね、新品打ち込んで、それで終わりにしてみたいと思います。それでね、ちょっとガタがあるか、ちょっと確認してみます。はい、じゃあ部品の方ね、打ち込んでいきます。で、今回はね、久保田純正部品でね、取り寄せしてあります。まずね、この新品のピン、このピンね。はい、あと、ブッシュがこれ2つね。あと、ボルトと、ワッシャーとね、ナットじゃない。バネワッシャーとね、全部新品で揃えてありますんで、これでね、組んでいこうと思います。はい。で、新品のね、ブッシュがこれになります。このね、金色のやつなんですけど、これ材質ね、何なのかな ?S45C とか多分それだと思うんですけども、溶接がね、くっつかなかったんですよ。で、普通の鉄ならね、こういうピンとか、こういうものは溶接できるんですが、これはね、溶接くっつきませんでした。ちょっとね、これわかる方いたらね、教えていただきたいです。鉄だとは思います。炭素鋼っていうかね、おそらく S45C 系だと思うんですけども、あとこれ向きがあるのでね、これ注意します。ここにね、端っこまで溝が来てる方をね、内側にしてグリスが入るようにします。で、外側はね、グリスが漏れないように、溝が嫌ってませんので、これがね、内側になりますね。はい、気をつけてね、組んでいきます。はい、もうだいぶ暗くなってきましたね。今ね、ここ、つらい位置までね、きっちり打ち込めましたんで、次ね、反対側なんですが、暗くなってきたんでね、また次回にしたいと思います。今日はね、ブッシュの打ち込み、途中までね、完了しました。はい。それじゃあですね、今後日になります。前回ね、こっち側のブッシュもね、全部はめ込みの方ね、しておきましたので、今日はね、あとシム調整と取り付けの方ですね、やっていきたいと思います。今両方ともね、こんな感じで綺麗に、新しいブッシュの方はね、収まりましたんで、早速ね、ちょっと組み付けの方していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、穴の位置を合わせました。こんな感じですね。あとね、シムの方を入れて、ちょっと隙間調整の方をね、していきたいと思います。
はい、それじゃあね、作業の方は終わりました。今ね、ここのピンね、新しく打ち替えましたんで、こんな感じになっております。いや、型もね、結構少なくなりました。で、SIM調整してね、横の型もね、ほぼなくなりました。ちょっとね、横の型を調整する SIM はね、ちょっときつめにしました。またね、馴染んでくると、また型が出てきますんで、ピンをね、外すの、ここ結構しんどいんでね、ちょっとね、若干、少し叩いて入るぐらいのね、隙間に調整してみました。で、今ね、作動した感じは、動かした感じは、そこそこね、型はないかなと思います。で、ここの型はなくなったんですが、次に出てくるのはここの型なんですね。ここの三角形の部品ね、これ自体がちょっと、動いてます。けどね、作業にね、今のところ支障はないのでね、ひとまずこれでちょっと作業の方してみて、次回はね、ここら辺かな。ちょっとね、ここのアームの、ブッシュ、あとピンの方がね、結構型が来てますんで、前回ね、ここ、H リンク、ここの上と下ね、全部新品のピンとブッシュに変えましたんで、次回はね、おそらくこのアーム先端とね、この上の部分の、ブッシュとか、ピンの方ね、交換していくようになると思います。あとね、これからちょっと洗車の方をして、綺麗にしてあげたいと思います。じゃあ今回はね、こちら、ブームとアームのね、連結部分のね、ブッシュとピンの交換ということで作業の方してみました。今回はね、こんな感じですね。はい。アークを使ってね、こんな感じでちょっと、削り取るような感じですかね。本来の使い方とは違うんですが、こんな感じでね、ちょっと肉の方を薄くしてやってみました。参考にされる方はね、いないかと思うんですけども、今回は自己流ですんで、アーク溶接機とかね、スズキットの、アーク溶接機使って、溶接じゃなくて、ちょっとね、なんていうのかな、アーク溶断というかね、そんな感じでちょっと、ブッシュの方を削って、弱くしてやってみました。ちょっとね、溶接できなかったのがなぜかわかんないんですが、その分ね、ちょっとアークの力で、ブッシュをね、削り取って、それでね、なんとか外すことができましたんでね、真似される方はね、ちょっと自己責任でしていただければと思います。はい、じゃあ今回はね、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。